おはようございます。桜井です。今回の動画では XRP が3ドルの大台に迫る中で進展している SEC との重要な動き、そして同時コインに仕掛けられたクジラの200億円買いが意味するものについて解説をしていきます。さらにビットコインやイーサリアムを含む暗号資産市場全体の相場環境も整理しながら今後の注目ポイントについて見ていきたいと思います。まず XRP の動きから見ていきましょう。XRP は過去24時間で約 3% 上昇し 2.91 ドルから一時 3.02 ドルまで上昇しました。現在は 2.98 から 2.99 ドル付近で落ち着いています。この価格帯は複数のレジスタンスを突破した後の調整局面にあり、方向感を探るような動きが続いています。特に注目されたのは、韓国の取引所を中心とした出来高の増加です。アップビットでは短時間に9500万ドル以上の取引があり、強い関心が集まっていることがわかります。一方で、チャート的にはやや反落気味の動きも見られています。短期的なサポートは 2.91 ドルと 2.98 ドル、上値は 3.05 から 3.1 ドルが意識されています。ここを明確に突破できれば 3.2 ドル、さらには 3.5 ドルといった次のターゲットが見えてくる展開になりそうです。逆にもし下落に転じた場合は 2.88 ドルや 2.75 ドルが下値の目処として注目されています。そして今回の XRP の注目ポイントは価格だけではありません。ここ最近のやはり一番のテーマにもなっていますけれども、アメリカの証券取引委員会 SEC が8月7日にリップル側の控訴取り下げに関するセッションを開きました。もしここで XRP が正式に証券ではないと判断されれば、数年間にわたって重しとなっていた法的リスクが大きく解消される可能性があり、ここ最近やはりこれが一番の注目ポイントと言えるでしょう。その最終的な判断やコメントは8月15日頃というふうに言われていますけれども、今後の価格にも大きな影響を与えてくる可能性がありますので、これから1週間ぐらいは注目をしていった方がいいかもしれません。また、日本では SBI ホールディングスがビットコインと XRP を組み合わせた ETF を申請しています。この動きも機関投資家による XRP への注目の高まりを示す一つの材料になっています。以上、XRP は価格的にも規制的にも非常に重要な局面に差し掛かっていると言えるでしょう。では続いては同時コインの動きについて見ていきます。同時コインは現在約 0.205 ドルで取引されていて、過去24時間でおよそ 2.3% 上昇しています。チャート上では価格がシンメトリカルトライアングルというパターンの中で推移していて、今後のブレイクアウトが期待される展開になっています。レジスタンスラインは 0.211 ドルからサポートは 0.2019 ドルとなっています。この狭いレンジの中での動きはエネルギーが溜まっている状態とも捉えることができます。もし 0.211 ドルをしっかりと超えてきた場合には、次のターゲットは 0.218 ドル、さらには 0.225 ドルも視野に入ってくるのではないでしょうか。また、テクニカル的には注意すべきポイントもあります。直近の4時間足チャートでは短期移動平均が長期移動平均を下回るデッドクロスが発生しました。これは一般的に下落のサインとされますが、同時コインはその後しっかりと反発し、回復の兆しも見せています。現在注目されているのは200日移動平均線である 0.208 ドルの水準です。これを明確に超えることができれば、0.26 ドルや 0.29 ドルといったより高い水準への上昇も視野に入ってくると思います。逆に 0.196 ドルを下回るような動きになってきた場合には、より強いサポートである 0.14 ドル付近までの調整も警戒されています。今回、同時コインに強気な材料として最も注目されたのがクジラによる大規模な買いです。過去24時間で10億同時、約2億ドル相当が大口アドレスによって買い集められました。
このようなクジラの動きはしばしば価格の上昇の前兆として機能するため、投資家からも注目が集まっています。市場全体のリスクオンムードも同時コインに追い風となっています。ETF への資金流入や好調な経済指標によってリスク資産への投資意欲が少しずつ回復してきていて、同時コインのようなアルトコインにも資金が流れやすい状況となっています。同時コインは個人投資家の関心度が高い銘柄としてマーケット全体のセンチメントを反映しやすい側面があります。だからこそ今回のようなクジラの動きやチャートのパターンは次の相場のヒントになるかもしれません。ではここからはビットコインやイーサリアムを含む暗号資産全体の相場動向について見ていきます。まずビットコインは現在およそ11万4800ドルで推移しています。価格は11万3000ドルから11万5000ドルのレンジ内に収まっていて、ここ数日間は方向感の乏しい相場が続いています。出来高も低調で ETF から資金流出も見られていて、市場全体のセンチメントはやや慎重なムードです。今後11万6000ドルのレジスタンスを突破できるのか、あるいは再び11万ドルのサポートを試す展開になるのか、ここに注目が集まっています。次にイーサリアムですが、こちらは過去24時間で 2% 以上上昇し、3530ドルから3707ドルのレンジ内で取引されています。一時は3700ドルを超える場面もあり、ネットワーク上の取引や機関投資家の関心が継続していることが支えになっています。ただし、イーサリアムも全体の市場ムードと同じく強い上昇トレンドには至っておらず、やや様子見の展開が続いています。規制関連では、香港がステーブルコインに関する法案を提示していて、今後顧客の身元確認などが厳しくなる可能性が指摘されています。また中国では人民元と連動した新しいステーブルコインのテストが開始されていて、国際的にもデジタル通貨の動きが広がっています。マクロ環境ではスタグフレーションやアメリカの関税政策への懸念が残る中で ETF への資金流出が続いていましたが、一時的に5000万ドルの資金流入が確認されるなど、投資家の姿勢にも変化の兆しが見られているようです。現在の暗号資産市場の時価総額は3兆7600億ドルで過去24時間でおよそ 0.94% 減少しています。Fear and Greed インデックスは52と中立を示していて、市場は次の材料を待っている状態です。価格が上下どちらに動くかは依然として読みにくい状況ですが、こうした時にこそ規制やマクロ要因、そしてセクターごとの強弱を冷静に見ていくことが大切かもしれません。はい。ということで、ここまで XRP 同時コイン、そして暗号資産全体の動きを見てきました。最後に今日のポイントをまとめていきます。まず XRP は3ドル目前の水準で推移しながらも SEC との法的な進展が大きな注目を集めています。控訴取り下げに関する審議が行われたことで XRP が正式に証券ではないと認められる可能性が高まっていて、今後の価格にとって重要な転換点となるかもしれません。また、日本の SBI によるビットコインと XRP の ETF 申請も機関投資家の関心を示す材料の一つです。同時コインでは10億同時以上を買い集めたクジラの動きが話題となりました。テクニカル的にもブレイクアウトが近づいていて、上に抜けるのか、それとも下に崩れるのか、今まさに分岐点にある状況です。そして市場全体を見ると、ビットコインとイーサリアムはレンジ内での推移が続いていますが、レイヤー2銘柄が強さを見せているという情報も入ってきていて、ミーム系や AI 系トークンっていうのは調整傾向にあるようです。ETF の資金動向、香港や中国の規制関連の動き、そしてアメリカの経済指標など複数の外部要因が今後の相場に影響を与える可能性があります。現時点では
どちらにも動きやすい環境にありますが、材料が揃えば大きなトレンドが発生する可能性もあります。XRP や同時コインに関しては、今後の展開次第では再び注目が集まり、価格が大きく動くことも考えられるので、引き続き毎日情報を追って、どのように市場が動いているのか、それを確認していくっていうのが今は重要じゃないかなと思いますので、僕の方も引き続き海外情報を収集して、YouTube で整理をして皆さんにお届けしていきたいなと思います。はい、ということで本日の内容は以上です。今後も暗号資産の海外での最新情報をお届けしますので、ぜひ暗号資産情報が気になる方はチャンネル登録をお願いします。そして今日の動画の内容が参考になったと思われたら、高評価の方もよろしくお願いいたします。では、お知らせです。今、おすすめの取引所でビットレード X があります。何本か説明動画をアップしています。これからの時代、投資をする上でも AI を使っての投資が主流になると思います。ビットレード X は AI を使って取引を行っている取引所です。取引所ランキングも徐々に上がってきていて、今人気が上昇している取引所です。興味のある方は僕の LINE に登録してもらい、キーワードで AI とチャットを送ってもらえたら、ビットレード X の公式登録リンクを送りますので、LINE の方から問い合わせの方をしてみてください。また、実際にやり方がわからない方もいらっしゃると思います。その方は別途オープンチャットを用意しています。そこで登録方法やステーキング方法などサポートさせてもらっていますので、オープンチャットの方にもぜひ来られてみてください。はい。では最後に重要な点をお伝えしておきます。暗号資産投資には価格変動のリスクが伴います。特に短期間で大きな価格の上下が起こることがあります。したがって投資を行う際には、しっかりとリサーチを行い、ご自身のリスク許容度を確認した上で判断をするということが大切になります。投資は自己責任で行うものであり、他の人の意見や情報に左右されず、ご自身で納得してから行うようにしましょう。この動画はあくまで情報提供を目的としていますので、最終的な投資判断はご自身で行っていただくようよろしくお願いいたします。はい。では本日も最後までご視聴していただきありがとうございました。